今日はサウンド生成を使って自然音、環境音を生成してみるよ。一般的に自然音や環境音は効果音の中では長い音になる傾向が強い。スノではワンショット設定をしても10秒以上のデータになることが多いね。このような長く続く効果音は音楽に混ざりにくい性質があるよ。スノは効果音もドラムの仲間と考えて音色とリズムを音楽的に認識しようとする。不規則なリズムが続く自然音は一般的な音楽のリズムとは全然違うから、スノは共存できない音だとみなして自然音を排除してしまう傾向が強いよ。だから今回紹介する効果音はマッシュアップなどを使っても音楽にしにくい。元の音をそのまま残せるスタジオ以外で音楽的に利用するのはちょっと難しいかな。効果音のクオリティは悪くないから効果音として利用するなら問題はないよ。今日の動画も3パートに分けるよ。最初はまず水の音に特化する。次に水以外の自然物、風、岩、雷、草、炎とかの音だね。最後に自然物以外も含めた環境の音、洞窟の音とか都会の音とかそういうもの。それじゃまずは水の音から聞いていこう。設定はいつもと同様にワンショット固定だよ。水の音の効果音がどんな音なのか聞いてもらったよ。いろいろな種類の水の音があるんだけど、どれも水の音であることに違いはない。水の音の強さや感覚や反響音などの細かい違いで別の状況の音になるんだね。だから BPM 指定やキー指定などで音の強さや感覚が変化してしまうと、どれも似たような水の音になってしまうよ。音楽的な変化で特徴が消えやすいんだ。だから BPM 指定やキー指定をしたりマッシュアップなどで加工するのはおすすめしない。効果音素材を加工せずにそのまま使えるスタジオなどで利用するのがいいだろうね。次は水の音以外の自然音がどんな音になるか聞いていこうか。
ろいろな自然の効果音がどんな音なのか聞いてもらったよ。自然音は音の強さや感覚が不規則だからこそ自然に聞こえるので、 BPM 指定やキー指定との相性は良くない。稀に面白い変化をすることもあるけど、かといって不規則なままだとマッシュアップなどで音楽に混ぜられない、スノとの相性が良くない系統の音だね。効果音としては悪くないんだけど、最後に紹介するのは環境音系の音。例えば森の音や砂漠の音、都会の音や暖かい雰囲気の音など、特定の場面で聞こえる音のことだよ。環境音系の効果音がどんな音なのか聞いてもらったよ。その場所の音をそのまま録音したような自然な環境音をアンビエンスと呼んで、特定の雰囲気を音で表現したような音楽的な環境音をアトモスフィアと呼ぶよ。ただこれは一般的な分類の話であって、スノの生成では全く関係がないよ。むしろスノだとアンビエンスの方が音楽的になりやすい傾向があるかな。アンビエンスやアトモスフィアをつける、あるいはどちらもつけない場合の効果は単語によって大きく変わってくるので、全パターン試してみることを勧めるよ。ちなみに音楽的な環境音の方は自然音ではないからマッシュアップで混ぜやすいアンビエント系音楽のスタイルと似たような感じで使ってみると面白いよ。それじゃまたね。